これはさすがに原作を改変しすぎじゃないと思った映像作品。笑うミカエル、もうひどすぎ。あれはひどい。キャラも違うし、そもそも普通に制服でいいのに何あの変なワンピース。良妻賢母を育成するお嬢様学校であんな露出型なワンピースが制服なわけないだろ。スカートを常識的な長さにしてくださいって川原泉が依頼したらしい。スカートダメだからってあのデコルテは何よ。現場が女の子の肌見たかったのかな。そもそも川原泉作品は実写化しない方がいい。あの独特のテンポや間を再現するのは無理。地獄先生ぬべ。高校設定って、消防設定だけは変えたらダメだった。これなんで高校生設定になったの？原作違いすぎて草なんだけど。ドラマだしそこまで原作のエロ展開はないんでしょう。謎の自主生なのか小学生の役者には無理だったのか。若手俳優を売り出したいという局と事務所の意向が見え見えの結果。古いけどお父さんは心配性のドラマ。大地康夫さんがパピー役なのがイメージ全然違うし、男で一つで育ててる大事な一人娘だからこその狂気じみた変態だったのになぜか妹がねじ込まれてたし、いろいろひどかった。あれ、アーミンも断ったのに話が進んでたってコミックでバラしてたよね。妹いらなかった。謎のゴリ押しを子供ながら感じた。あのドラマシリーズひどかったよね。八神くんの家庭の事情とかもう本当に言葉にならないレベルでの解約。八神くんのお母さんって妹に見えるくらいの童顔で可愛いのに母親役が夏木マリでなんでこの原作選んだのか意味不明だった。主役がジャニーズだから若い女優使いたくなかったのかな。しかも母親が魔法使いで息子の恋路を邪魔してたような、普通にオリジナルドラマでええやんレベルだった。知ってる人いるかな。渡瀬優さんの漫画、絶対彼氏。ドラマ化したけど登場人物の年齢がまず違うから、漫画は高校生、ドラマは成人。話が全然違ったよ。あれは何だったんだと今でも忘れられない。あれ漫画原作だったのか。もこみちはアンドロイドが当たり役だなって思ったドラマだった。信太をプロデュース。いい改編だよねこのドラマは。原作者が自分が気に入った脚本を選んでるし絶賛してる。男であることが絶対的に大事なことっていう内容でもないから信太が女でむしろバランス良くなってる。原作読んだ人も同じラストになってほしくないっていうコメント結構見るしドラマとしていい改編。コナンのアニメスタッフによる灰原愛のキャラ編。特にレガ黒金のサブマリンラストは引いた。アニメスタッフが灰原びいきしまくってて引く。青山先生は完全に親鸞派だから原作だと灰原とコナンくんそんなに信頼関係ないと思う。極主不動。ミクの連れ子設定が意味不明。あれいる？まあでもこれは玉木宏のかっこよさで許したわ。セクシー田中さん。原作が大好きだった。もう続きを読めなくなったことが一番悲しい。ドラマも芦原先生が直した脚本は面白かったよ。役者さんたちも辛かったろうな。ミステリという流れ。黒蜜の成長物語にしたこと&恋愛要素。プロップサーがドラマ化するにあたり、黒蜜の成長物語要素も入れたものにしたいって言って作者が了承したんだよね。整くんの言葉をきっかけに黒蜜さんが男性社会に混じる女性である自分を見つめて考えて成長していく物語でもあるのに、そこに恋愛要素を混ぜちゃうと主題がブレる。一番許せないのは主要キャラを省いて無理くり黒蜜をぶち込んだエピソード。あそこで整くんに良い友達ができるのに、ありえない。セクシー田中さんと同じ脚本家だから。デスノートのテレビドラマ、ネトフリ版。ライトが平凡な学生でエルは画像の通り漫画のイメージとは違っていた。なんでこういうことするんだろうね。映画版デスノートは原作より好きだった。良い改編。良い改編だったね。うまく時間に収まるし原作読んでても意外な結末で楽しめたし原作ファンも嫌じゃないし。天才ファミリーカンパニー。危ない放課後ってなんだよ。今からでものダメ並みの原作へのリスペクトを持って映像化してほしい。私はドラマ、原作だったからあまりの違いに驚いた。全員キャラ違いすぎるし、もう別作品オリジナルドラマでええやんレベルだった。このドラマがひどすぎたから原作者が後悔してのダメの時はジャニーズでドラマの企画があったのを蹴ったんだよね。TBS で岡田准一が千秋で企画進んでたらしいね。蹴って正解だったと思う。めちゃヒットしたけど、三丁目の夕日。下町の自動車工場に集団就職でやってくる六ちゃんをあえて女子に変更した理由が全くわからない。あの役で堀北真希一気に知名度上げたよね。特におっさん世代に受けよくてうちの父親も六ちゃんうるさかった。そこ狙ったんでしょうね。ただたった一人しか採用できず即戦力欲しい小さな町の自動車整備店であえて女子を取るなんてありえないと思う。三丁目の夕日は連続ドラマで原作通りにやってほしい。原作のストーリーが素晴らしいんだよね。耳をすませば。
大嫌いだわ。原作大好きなのに。カントリーロードとか母が大学院に行ってるとかラストの結婚しようとか二度と見ない。浩二さんが一番好きなキャラなので存在を消したアニメ版は認めない。私はシャドウ。悪役の旦那と親友がいい人になっちゃって本来のヒロインの相手役の探偵が脇役みたいになってた。もう本当に別物の作品。原作は面白かった。一条ゆかりさんの砂の城、昼ドラで放送されてたやつ。原作の舞台はフランスでそれを日本に置き換えるのは致し方ないとしても、いろいろとツッコミどころ満載で途中で見る気がなくなりました。残念。まだデザイナーの方が見られた。夕刊クラブもなんじゃこりゃだった。女性キャストはすごく良かった印象。イメージぴったりだった。問題は男性陣のためのドラマだった印象。女性陣の見せ場や魅力を削られた感じが嫌だった。自分もそれ書こうと思った。好きな作品なのにめちゃめちゃにされた気持ちになった。高橋千鶴の国立小坂からジブリ化するのほんとやめてほしかった。どうしてこれがああなるのかわからなかった。でも原作も映画も好き。蛍の墓のおばさんが主人公のドラマ。主演を松島菜々子さんがやってたやつ。おばさんを良い人に書きすぎで、戦後は皆から慕われ100歳近くまで生きて大往生。ここまでなるとしらけてしまって改めてアニメ映画の出来の良さに気がつかされた。でも実際おばさんのモデルになった人はすごくいい人で作者にもよくしてくれたらしいよ。アニメの蛍の墓は天才高畑勲の才能が大爆発した作品で素晴らしいとは思うけど、おばさんがひどく描かれてて気の毒だと思った。進撃の巨人と言いたいが原作者大満足なので伏せておこう。あれは原作のその後の展開を1ミリも予想させない仕上がりだったからそこが作者にとっては良かったのかも。実写化がまだ連載中の原作のノイズになるのを避けるためにはいいやり方だったよね。原作知らなかった自分にとっては普通に悪くない映画だったよ。主演俳優さんはひたすらに気の毒だったけど。スペシャルドラマかなでやったブラックジャック。高橋一生がブラックジャックでまさかのドクターキリコが女の人。めちゃくちゃ冷めた。あれは本当にがっかり。ドクターキリコが私は大好きなのになんで女なのって思った。飛んで埼玉かと思った。このドラマ叩かれてたけどストーリーは結構考えられててよかったと思う。コスプレ感はあったが。かばちたれ。男2人が女2人になってたね。ドラマは好きだったけど。これドラマで知ったから原作知ってびっくりしたな。同一作品と思えなかった。やっぱりこれでしょ。これを作った人は原作を読んでないと思う。それは監督本人も認めて謝罪してる。ここまで来ると笑え。悟空がアメリカンハイスクールのモテない陰キャ設定だったのは笑った。もはやパロディとして認識してる。もうすっかり原作しか読まなくなった。アニメは見たいんですけどね。ドラマはもういいかな。これが公式なの？合ってるんだけどなんか変に感じる画像を集めた動画も面白い。次はどんな漫画のネタをまとめようかな。またよろしくお願いします。